皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモレジです。今回はずっと工作を続けていた地下工作の完結編をご紹介してまいります。ついにというかようやく完成です。今回も最後までお楽しみいただけましたら幸いです。まずは 0.2mm の透明プラ板をベースの高さ 20mm に切り出します。次に同じく透明プラ板に地下空間の地形をトレースしてカットしていきます。3mm の透明角棒を用意しましたので、これと先ほどカットした透明プラ板を使用して地下空間にカバーを作ります。切り出した透明プラ板にゴム系の接着剤で透明角棒を接着しました。カバーの上側に道路が乗っかってきますんで、それを前提で道路を受ける部分を作りました。地下空間に置くとこんな感じになって、水色のスタイロフォームの色が見えている部分、この辺りは透明プラ板の上から地盤を貼り付けようと考えていました。このタイミングで下水道枝線と下水道管線をベースに固定しています。下水道枝線の水量が少なかったんで、モデリングペーストを塗って水量を増やしてみました。こんな感じで仕上がりました。本当はもっとお水したかったんですけど、もはやちょっとやり直し効かないんで、今回はこのまま完成させます。地下空間はこの後カバーをかけますので、最初で最後の地下空間のそのままの姿をお楽しみください。しばらく字幕を消しますので、動画をお楽しみください。個人的には矢印をつけた道路の側溝の薄いマスからの排水管がしっかり傾斜してくれてるってことにとても満足しています。地下空間に作ったカバーを仮置きして確認をしました。このカバーを固定するにあたって、薄いマスからの排水管をいつ固定するとか、めっちゃ細かいことの調整や工作が必要なことが分かってきまして、もう頭の中ぐるぐるでした。薄いマス周辺はデコボコになるのでちょっとかっこ悪いかなとか、いやでも隙間をテクスチャーペイントで埋めればいいんじゃねとか、やってもないのにいろいろ考えてて、ベースボードに固定する予定の道路パーツを載せてみました。思いつきで始めた工作の割にはそれなりの形になってくれそうです。道路パーツを載せてて気づいたんですけど、水道管の位置と道路の位置の整合性がちょっと取れないので、水道管1回撤去しました。地上の道路に合わせて水道管を設置し直します。どういう工程で製作するのがいいのかって初めての時はいつもいい勉強になります。水道管を安定させるためにピアノ線を設置して支柱にしました。また画像右手の地下空間が少しすっきりしすぎてましたので、このように水道管を再現して先ほど設置し直した水道管の延長部分を作ってみました。何回も仮置きしてたらカバー傷ついちゃって作り直したんですけど、これもうすでに3回目ぐらいの作り直しです。B 作さんの寿司桶レイアウトを参考に、この透明プラ板の上に地盤を置いてあげて、地盤、透明プラ板、地盤っていう風にサンドイッチにしようとしたんですけど、どう計算を間違えたのか高さが合わなくって今困惑をしているところです。地盤で透明プラ板を挟み込むのではなくて、地盤の上に透明プラ板を置くようにするとちょうど良さそうです。早速透明プラ板の上に来る予定だった地盤をベースボード側に固定します。隙間に木工用ボンドを塗って穴埋めをしました。ちょっと茶色っぽいのが混じって見えるのは、私せっかちなんで、一緒に情景テクスチャーペイントを塗ったら早くできるんじゃないかと思ってやってみたんですけど、やっぱり急がば回れですね。乾燥してから情景テクスチャーペイントは別に塗ることにしました。木工用ボンドが乾燥しましたので、情景テクスチャーペイントを塗ります。多少のへこみならこのテクスチャーペイントを少し持ってあげれば穴埋めできます。地盤の上にカバーを置いてみました。これなら収まりが良さそうですってなると気になってくるんですけど、この透明プラ板のデコボコ、これなんとかしたいです。3回も4回も変わらないんで、やっぱり最高なものを作りたいなと思ってカバーをまた作り直しました。さて、いよいよカバーを取り付けます。まずは透明プラ板が挟まる隙間に木工用ボンドを塗っていきます。
結構この作業緊張します。慎重に作業を進めていきます。で、特に木工用ボンドを塗りすぎないようにはみ出さないようにっていうのを意識しながら塗っています。角の部分は少し多めにつけてカバーを用意しまして、カバーのベースに接する部分にはゴム系の接着剤を塗っていきます。これも緊張しました。つけすぎないようにでつけすぎないようにっていうのを意識しながらつけています。多くの皆様がご想像の通りなんですけど、先ほどのカバーの取り付け大失敗しまして、一回ぐちゃぐちゃになっちゃったカバーを、きれいに洗って乾燥してからもう一回日を改めて作業しています。で、これがですね、私また計算間違いしてて、地下の、下水道、これがベースより出っ張っちゃってて、上からすんなりカバーが収まってくれないっていう、もうこういう計算外のことが多々起きるような状況でございます。カバーをベースに設置しました。ただやり直し作業をした関係でカバーを差し込むことで一部の木工用ボンドに隙間ができてしまいましたので、一旦カバーを外してあげて筆で鳴らしてカバーを戻しました。あとカバーと地面の間には木工用ボンドがはみ出したりとか結構不格好な場所もありますので、ご覧のように筆で鳴らしていきます。カバーは一回失敗して洗ったためか、よく見たら傷がついてしまっています。やっぱり最高の作品にしたいっていう思いが私の中にはとても強くありまして、部材は作り直すことにしました。下水道の出っ張りもありますし、今度は作り方を変えて最初に L 字型の部材を作って、先にジオラマの脇の部分のカバーをベースに固定することにしました。設置をしたらしっかりと固定をしていきます。続いて透明角棒を接着した天板の部材にゴム系の接着剤を塗って、先ほどの側壁の部材に接着をしていきます。これめちゃめちゃ緊張しました。めっちゃ慎重に作業しましたっていうのも、地盤と、道路のパーツの間に木工用ボンドを塗ってるのは前回と変わらないんですけど、それだけじゃなくってゴム系の接着剤がはみ出さないようにってことも気をつけなきゃいけないので、木工用ボンドがはみ出さない、かつゴム系の接着剤がべちゃべちゃにならないっていうのを意識して接着しています。接着を終えましたら、はみ出したゴム系の接着剤を取り持ちで取り除いています。カバーの設置が終わりましたので、それに合わせてベース脇の木目シールも固定しました。マスキングテープで乾燥まで押さえています。照明の点灯チェックをして問題がなさそうでしたので、問題があったらマジ困るんですけど、地下空間が完成しました。ご紹介をちょっと漏らしたんですけど、下水道のマンホールの下部のマスの上側のマンホールの下部の円筒形の土管部分、この部分のカバーの高さ変わりましたので、少し長めに再現できるようになったので作り直しました。かえってそれらしくなってくれたかなと思ってます。何事も採用が馬ですね。今回もここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。次回は踏切警報器遮断機の工作をご紹介します。次回もお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。